こんにちは。引っ越して書道家の清水勝信です。今日は小筆についてちょっと説明をしたいなと思います。下ろし方だったりとか、基本的な使い方だったりとか、あと最後の処理の仕方、洗い方ですね。こちらの方を説明していきたいなと思います。で、まず小筆なんですけども、今ちょっと僕手元にある小筆を集めてみたんですけれども、いろんな種類がありますよね。まずこれ、中国とかで作られている唐筆とか糖筆って言いますね。糖筆っていうとね、僕はどうしても糖質カットの方を思い出してしまうので、僕は唐筆って呼んでます。これですね。あと、こういう面相筆タイプの筆ですね。ちょっとこの大きめのやつと、これ穂先だけのちっちゃいやつ。あと、これはね、流用筆って言って、仮名の書道で使う筆ですね。とか、これはね、珍しい筆で、ナイロンの毛のペンテルさんの筆になります。多分子供向けになるのかな。で、実用書道で使うのは、この2本になります。基本的には。糖質、唐筆と、あと面相筆のタイプですね。僕はこれ両方とも使ってます。はい。ではまず筆の下ろし方なんですけれども、まず標準的なこの糖質ですね。唐筆からちょっと説明すると、下ろすのはこの穂先の黒い部分だけです。要するに書く部分だけ。で、こちらは固めたままにしておきます。こちらも下ろしてしまうとちょっと筆として、この筆の場合は機能しなくなりますので注意してください。で、下ろし方ですけれども、今糊で固まってます。なので指でちょっとね、優しくちょっとほぐいていきます。これあんまりギューってやると毛先が、折れるというか変な癖ついたりとかもしますんで、ほんとね、ちょこっと今バキッつった。いいや、優しく揉んでってください。これすんごいのりついてるな。で、少しほぐれたら、こちらね、少し水用意しておいて、あとティッシュを用意しておいて、ちょっとつけてのりほぐす、ちょっとつけてのりほぐすっていうやり方でのりを取っていきます。これで水をつける時も気をつけていただきたいのが、この白い部分にはつかないように水をつけていきます。だからあんまり大量につけない方がいいですよね。はい、だいたいほぐすことができました。そうすると白い部分は硬いまんま、ここの黒い部分の際のところまでしっかりと柔らかくなってます。これがおろしが甘ければやっぱり細い線しか描けないし、筆も墨持ちもよろしくないのできっちりおろします。だけれどもおろしすぎにはね、注意してください。で、次にね、この面相筆タイプ、これもちょっと僕新品がなかったんで、これもすでに降りてるんですけれども、これも同じように優しくほぐして、で柔らかくなったら同じように水で糊を取ってください。で、これに関してはもうここから穂先です。さっきのこれと比べると分かるんだけど、要するにこの黒い部分が丸々このイタチの毛の部分なんですよね。茶色い毛の部分なので、僕は全部下ろします。全部下ろさないとこの筆の美味しい使い方ができないって思ってます。なので全部下ろしちゃいます。次にね、実用書道、症状を書くときはあまり使わないんですけど、こちらの面相筆でも大きいタイプの場合、金手使ったりもするのかな。で、僕の場合はこのタイプの場合もさっきのちっちゃい面相筆と一緒で根元まで下ろして使ってます。だから小筆としてではなくて、もうちょっと大きい字書くときに使ってます。で、もしこれを小筆として使うのであれば、上の3分の1ぐらいまでですよね。要するにさっきの穂先と一緒。このくらいの長さになるぐらいしか下ろさなくていいわけですね。で、やっぱり3分の1ぐらいほぐれたら水つけて糊を取っていくという形になります。はい。で、使うのも上の3分の1ということになります。で、こちらの流用筆、僕
たまたま1本持ってたんですけど、これ仮名書道で使われる筆ですよね。普段実用書道でももちろん使えるんですけども、そんなに使ってる方は見たことないです。これもさっきのこれと一緒、3分の1ぐらいだから、これね、白い部分と茶色い部分がちょっと曖昧なので、3分の1自分で感覚的に見てもらって、下ろしすぎず3分の1やって下ろしてもらって、同じようにティッシュで水を拭ってって糊を取るという形になります。でちょっとね、最後にちょっとおまけで、このペンテルさんのナイロンの筆、ちょっとね試しで買ってみたんですけれども、多分これもお子様用が使うのであれば、半紙で作品書いて横に名前書くときとか使うのかなと思ったんですけど、だとするとさっきのこの面相筆タイプみたいに3分の1ぐらい下ろすだけでいいのかなとも思いました。僕は買ってきてすぐ全部下ろしちゃったんで、全部降りちゃってますけども、下ろし方はさっきと一緒だと思います。はい、次に筆の使い方を簡単に説明をしていきます。まず持ち方ですよね。持ち方なんですけれども、こういう鉛筆の持ち方ありますね。鉛筆の持ち方、人差し指と中指の間に挟んで親指をつけて三角に持つみたいな、この持ち方を基準として筆をね立てます。そうするとね、どっちにしても親指はこのポジションよりも上に来るんですよ。上に来るようになります。はい、人差し指と中指の間に挟んで親指をちょっと上に持ってくる、この持ち方が基本だと僕は思ってます。特に決まりはないんですけれども、これがね一番力が抜けていいのではないかなと僕は思ってます。でちなみにこれ単行法っていうんですけれども、皆さん小学校とかの書写の授業とかでこう持った方いらっしゃるかな。こういう2本掛け、これをね走行法と言います。これはね小筆にはあんまり向いてないんじゃないかなってちょっと思ってます。こちらの普通の単行法でいいのかなと。これもね自分の持ちやすい持ち方で構いません。で墨の付け方ですね。今日は墨汁を使います。症状用の酸化線という僕たちには御用達の墨汁になります。ちょっとでいいんで、この声が聞こえますね。ちょっと締めていきますね。筆に対して墨をつける位置というか、墨をつけるのはこの黒い部分だけになります。こちらの白い部分には墨をつけないようにしてください。つけますよね。もちろん先っぽだけだったら、墨持ち悪くなりますよね。すぐかすれちゃうし。でちゃんとさっきの黒い部分は目いっぱいつけちゃってください。で、しっかり中まで墨が入ったらちょっと表面は切ってもらって、でさっきの単行法で持っていただいて、そして書いていくわけですね。はい。で書いていくうちにだんだんとねこのさっきの白い部分と黒い部分の間に墨が侵食していきます。これはもう使っていくうちにそうなるっていうのは仕方がありません。で使っていくうちにこんな感じ、ちょっとこれ使い古すとこうなってきて、穂先もね痩せてくるんですよ。痩せてきちゃって、これちょっとさっきよりサイズちっちゃいんですけれども、痩せてきちゃって、この本来はここまで白かったんですけども、だいぶ侵食しちゃってます。である程度来ちゃうとそれはもう寿命でね終わりですね、筆はね。小筆に関してはちょっとしょうがないです。消耗品なのでと思っていてください。で僕ら筆工をやってる時はだいたい症状全文で10枚、僕は結構この状態でも使っちゃったりするんで、20枚持てばかなり優秀な筆だと思ってます。先ほどのこのタイプではなくて、面相筆タイプの場合、これはね実は寿命長いんですよ。根元まで墨つけちゃってます。根元まで墨つけちゃってて、特にさっきの白い部分との境界がないので、これはねその辺を気にしなくていいので思いっきり使えます。ただこちらの方がね少し難易度が高いんですよ。
先ほどのやつ穂先なんですけども、後ろ白くなってるんで結構弾力が強いんですね。ただこれの場合は穂先は曲がるとね、曲がりっぱなし。わかりますかね。大きい筆だと分かりやすいんですけど、なので自分で少し戻してあげることをしないと穂先は戻らないんですね。まっすぐならないんです。なのでちょっとね、難易度が高いと思っていてください。はい。で次に筆の洗い方ですね。処理の仕方になります。すずりであればこの空いてる陸のところにでもいいんで、水ちょっと垂らしておいてもらって、でこの黒い部分ですよね、使った部分をちょっとつけて拭いていく。ティッシュで拭いていく。で今2回目、3回目、4回目、このくらいでいいんじゃないでしょうか。あんまり洗いすぎてしまうと、先ほどの話、こういう浸食が早くなっていっちゃうので、次使う時に若干固まってるなってぐらいでいいです。それ以上やってしまうとね、寿命を縮めてしまうんじゃないかなって、ちょっと僕もね、経験上そんな感じがします。対してというか、もう一つ、さっきの面相筆タイプ、これはね、浸食は気にしなくていいので、バッチャン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 洗っちゃいます、僕は。で本当に綺麗になるまで洗っちゃってもいいぐらいで、寿命も長いです。非常に使い勝手がいい。ただしこれね、イタチの毛が今入手が困難らしくて、非常にね、物自体がレアになってきちゃってます。なので入手困難になっているっていうのが現状みたいですね。はい、ということで今回は小筆の下ろし方、使い方、洗い方、処理の仕方を解説をしていきました。こちら少しでも参考になれば嬉しいです。